こんにちは。ブリス with me のバオです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は、座りポーズ、ヨガの座りポーズの動画についてです。ヨガのポーズには様々なポーズがありますけれども、どれをどのようにとったらいいのかわからない方は動画を見ながら一緒に練習していきましょう。ではまず安楽座のポーズ、楽にあぐらをかくポーズですね。このポーズですね、レッスンの中でもよく出てくるポーズですけども、本当に基本の座りポーズです。ヨガのポーズは、この安楽座のポーズですが、だいたいですね、かかととかかとを同じですね、一直線になるように合わせて行うんですね。ですけどもそれでもですね、なかなかこのように座られない方もいらっしゃいます。このような合わせるのが難しいでしたら、こうやって足を組んでですね、普通のあぐらをかいていきましょう。優しいバージョンです。自分が楽に座れるのがこのポーズの目的なので、こうでなきゃってポーズになり立たないってことはないですから、このように目指しながらゆっくり、まずは優しいポーズからこうやって足を組んでいきます。はい、これは一つの安楽座のポーズです。足を必ず、前後に左右入れ替えるようにバランス調整するために必要ですので、ぜひ入れ替えてください。こうやって入れ替えていきます。かかととかかとをまず合わせてみて、それが難しそうでしたら少し足を幅を狭くしてちょっとずつこうやって乗せてみるんですね。手の位置は自然体で前側かまたはお膝の上ですね、乗せていきます。その時の気持ちに合わせて、ヨガのですね時間の中で、毎日自分の気持ち、そして行いたいポーズとか流れも違うから、その都度合わせながら体を感じて行ってください。はい、じゃあ準備できましたら、足の裏と裏ですね合わせていきます。でこれも合わせる時にできる範囲、骨盤股関節の方にしっかり寄せて、肩を下げ直したらお尻を軽く左右ゆらゆらして、お尻のお肉を広げる感覚で広げて、平べったくなったら最後真ん中に留めて、まず自分の重心が偏っていないか確認しながら、はい、じゃあ大丈夫でしたら頭のてっぺんまで背筋を伸ばして肩を下げ直し、両手は足のサイドで前ですね、自然と前の方にかかる感じで、なんとなく持ってあげると足がより可動域ですね広がりやすいです。はい、合わせ木のポーズ、合わせ木のポーズも言いますね。完成になります。足を揃えましたら、しっかり前の方にお膝を伸ばして、それによって背中丸まったりしないように、余裕があったらちゃんと骨盤を立ててあげてお膝を伸ばしてください。まっすぐ座る状態で頭の頭頂部まで背筋を伸ばしていきます。横から見るとですね、こんな感じになりますね。こうですね、しっかりお尻を立ててこの形になります。このポーズに向かっていくためには、やはりももの裏の柔らかさや骨盤腰の周りの柔らかいのがよりやりやすいんですけども、なるべくここ硬いからってすごいこうなったりこんな後ろになることないように、しっかりお腹を立ててあげて、それによって膝が曲がってしまう。でもこの上半身ですね優先してまっすぐ座ってあげましょう。でだんだんとももの裏が柔らかくなってくれたら、ちょっとずつ足を伸ばしてだんださなまっすぐ杖のポーズの完成になります。
この状態で腰などをしっかり伸ばしましたら、次の吐く呼吸、骨盤をですねちょっと緩めて、体を後ろの方に軽くね引いていきます。腹部がですねすごい働きがかかる状態なので、お腹も引き締まります。このままできる範囲に引いていきましたら、息を吸いながら両手をまず前の方に上げていきますね。船のポーズの半分のね船のポーズの状態です。では息を吸いながら、まずどちらかの足を上げていきます。吐きながらお腹に力入れて、反対の足も上げていきます。このまんまですね、手と足ね45度ほどの高さに持ち上げながら、お腹に力入れてキープします。ポーズの完成になりますね。ナバサナのポーズです。優しいナバサナのポーズです。はい、ではゆっくりと吸いながら膝を曲げて戻ってください。はい、では、続けて、腰の周りもひねっていきましょう。チェンダラサナのポーズですね。このままですね、右の足をねお膝を曲げて立てていきます。右の膝を立てましたら、ゆっくりと反対側の足にかけていきます。かけられましたら、少しずつねお尻をその反対側の方に寄って足を曲げて、自分の方にね寄せるようにして座るんです。これもできるだけ2つのお尻がちゃんとマットにつくように体を立ててあげながら、はい、で足も少しずつできる範囲自分の方に寄せて、両手でまず足をしっかり抱えて背筋を伸ばしていきます。落ち着いてきたら、次の吸う息は左の手をね上に高く伸ばして、吐きながら右の方にひねっていきます。右の手は後ろの方に回して、左手と右の手で押し合いながらね腰をぐーっと後ろの方に伸ばしていきます。右手の手でマットを押し、左手でももを押す。お互い前後にしっかりとね分けられるように腰をツイストしていくんで、チェンドラサナです。ゆっくり首を回して後ろの方に体いけるように。はい、腰が十分とねひねられたら、次の吸う息、状態を戻していきます。吐きながら足を解放して、反対側も行いましょう。若干反対側、私は正面の方に向けていきますね。はい、じゃあ、一回ね足をゆらゆらして、つまりをね抜いてあげます。はい、じゃあこの反対左の足です。はい、では左の足を立てて、ゆっくり自分の方に寄せて、吐きながら右の方にかけていきます。一度体を右の方に寄って、残ってる足を自分の方に寄せていきます。お尻をかわして座りやすいようにお尻の肉を広げて、骨盤をしっかり立ててあげたら、今度は背筋を多くその骨盤の上に乗せていきますね。では足を抱えて、もう少し自分の方に寄せられないかどうか相談してから、無駄な力を抜いて、はい、じゃあ息を吸いながらゆっくり上体を起こしていきます。吐きながら肩を下げて、じゃあ次の吸う息、少しずつ右の手を上の方に高く上げていきます。吐きながら左の方にかけて、で左の手は背中の方へ向けて、床またはマットを押しながらゆっくり腰をひねっていきます。後ろの方に向けながらツイストね。この時のポイントはね、この前の側の手と後ろの手同時にぐーっとねお互い分かれ合うように、当たってるところを押しながらひねるのがポイントですね。そうするとしっくりですね、ねじりの状態になれて効果も高まります。首をよく回して後ろの方に向けていきます。チェンドラサナのポーズですね。ゆっくり息を吸いながら戻してポーズを解放してください。お疲れ様でした。座りの基礎のポーズいかがでしたか？腰の周りがしっかりしてきて、背筋も長く上に伸びた感覚があるかと思います。座りポーズは後半編もありますので、楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。
Breathe with me のまおでした。ご視聴ありがとうございました。